こんにちは。今日はとても簡単なカーディガンを作っていきます。作り方は四角の後ろ身ごろ、それと前身ごろを2枚、それと袖を2枚、それを縫い合わせて作ります。編み方はこんな感じで中長編みで編んでいきます。とても簡単な模様です。こっちが表で、こっちが裏。シンプルですが、とてもスッキリとしていて綺麗な模様です。よかったら作ってみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのアクリルヤーン。色はパープル。材質はアクリル 100%。50g で96メートル。使用解倍の目安は 5.8 から 6.2。これを7ミリで編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。で、これにはいろんな色があるので好きな色で作ってください。この太さはだいたい2ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。それと最初の鎖、本体は7ミリで編んでいくんですが、最初の作り目だけ太い針で編んでいきます。できれば10ミリとか8ミリで少しゆったりと、かなりゆったりめに鎖を編んだ方が歪みにくいと思います。追加でボタンを使います。何個でも大丈夫ですが、私は2つ使います。この大きさは 2.5 ミリ。これはセリアさんで買いました。お好みのボタンを使ってください。作り方を説明します。今回必要なのは後ろ身ごろと、あと前身ごろと袖を2枚。まずこの後ろ身ごろから説明します。後ろ身ごろはこんな形の長方形で、ただこの襟ぐりのところだけ少し低くなっています。スタートするのはここから鎖を編んでスタートします。この鎖の数は私はだいたい54センチ、女性ものの L サイズです。鎖の数は50個。もし違う糸で編む場合にはこの長さを参考にしてもらって鎖の数を決めるといいかと思います。これは少し短めのカーディガンになります。もっと長くしても暖かくていいと思います。私は54センチで鎖50個。まず鎖を編んでスタートします。鎖はかなりゆったりと編んでいきます。で、最初の糸端を少し長めに残しておきます。この糸は後で脇を縫うときに使います。だいたい1メートルぐらいあるといいかと思うんですが、あまり長すぎると絡まってしまうので、ある程度の長さで大丈夫です。足りなくなったら途中で足して脇を縫っていきます。で、途中からスタートします。これは太い方のかぎ針10ミリで編んでいきます。なかったら本体を編む方でゆったりと編んでいきます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。違う糸で編む場合には作りたい長さまで編んでいきます。鎖を編んで体に当ててみて好みの長さになったら
そこでストップします。今回の模様は鎖の数はいくつでも大丈夫です。模様がないのでいくつになっても大丈夫です。このまま編んでいきます。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。必要な数の鎖ができたら針を変えます。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。かぎ針から1、2、細編み。次も一つに一つの細編みをしていきます。このまま端まで細編みをしていきます。端まで細編みをしてきました。次は中長編みをしていきます。ここからはずっと中長編みをしていきます。まず少し大きな鎖1つ、裏返します。鎖の根元の細編み、この細編みの上から見て、この2本の糸の向こう側1本、ここに針を入れます。これを中長編み絡めて、で細編み、中長編みをします。これが1つ目の中長編み。これは後で見にくくなるのでマーカーをつけておきます。次も同じ向こう側1本、これを中長編みでします。次も同じ。このまま端まで中長編みをしていきます。中長編みの1段目を編んできました。これが端の細編み。この端の細編みの上には2本の糸の下、で中長編みをします。中長編み、ここまでは1本、ここだけ2本。次は中長編みの2段目、少し大きな鎖1つ、裏返します。で鎖の根元に中長編みで、今度は2本の糸の下、これで中長編み、でこの針のすぐ下にマーカーをつけます。で次も2本の糸の下、これでこういうストライプの模様ができます。このまま端まで編んでいきます。中長編み2段目の端まで来ました。端ではまたこのマーカーをつけたこの2本の糸の下で中長編みでします。
これで2段目が終わりました。次は中長編みの3段目。鎖1つ、今度は1本の糸の下、中長編み、次も1本、最初1本、2本、1本、これはややこしくなると思うので、この最初の糸端、この尻尾がある方が、ここにある方が1本で、裏返して糸端がない方は2本と見ていくと間違いにくいと思います。この状態は1本、この状態は2本。これでしばらく編んでいきます。段の最後は2本の糸の下。これを続けて私の場合は12段。次はこの部分を説明していきます。12段で13段目の途中まで編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。しばらく編んできました。私はこの部分を12段、13段目で短くします。この部分が13段目。こっちで見ると、この部分を12段目、ここを13段目と考えてください。こっちで見ると、ここが12段目。次は13段目。13段目を短くします。その部分をやっていきます。で、この部分は2センチ短くします。この部分は中長編み2つ分。こっちで見ると、こことこの分編まないで、ここから繰り返して編んでいきます。で、これは13段目。で、端から1、2、3、3つ目に中長編み。ここには2本の糸の下。これからはこの部分が端になります。これが端の中長編み。これからはこの幅で編んでいきます。同じように編んでいきます。ここだけ短くなりました。これを繰り返して、ここが襟ぐりになります。で、好みでこの幅を変えても大丈夫なんですが、それぞれはここも偶数、ここも偶数、偶数にした方が作りやすいと思います。で、全部合わせても偶数、その方が作りやすいと思います。偶数で偶数で偶数、このまましばらく編んでいきます。私は14段、だいたい20センチ、ここまで編んでいって、次にこの部分をやっていきます。中央部分を編んできました。次はこの部分、少し長くなります。で、今私はこの部分を14段、ここが14段目、次は15段目、
この15段目のところで長くします。ここを長くしたいので、新しい糸、この14段目の角結んで、同じところ、ここから鎖、こっちと同じ数、1、2、こっちも1、2、大きく作ります。鎖一つを編むようにして糸を切ります。これで鎖2つ、中長編みに戻ります。ここは普通の中長編み。次はこの鎖を編んだところ、角、ここは2本の糸の下、で鎖に1つずつこれで中長編みが2つ増えました。こういう形になりました。ここからはまたこっちと同じ、こっちと同じ長さだけ編んでいきます。最後は細編み1段、対称になるように編んでいきます。今この部分を編んで、こっちと同じ長さだけこの部分を編んで、最後は細編み1段。これで後ろ身ごろが出来上がります。次は前身ごろを説明します。これは後ろ身ごろ。前身ごろはこんな感じ。この襟ぐりが後ろよりも深くなっています。これをこっちとこっち。この作り方はこの部分と同じ。ここから編んで途中で短くします。この短くする部分、これが長くなっていて、この中長編み5個、こっちは2個、この位置で短くしていきます。この数以外全部同じです。こっちで見ると、これが後ろ身ごろ。こんな感じで編んで、ここで短くしました。前身ごろはここまで編んできて、ここで中長編みを5個スキップして、この範囲で7段編んでいきます。こっちは続けて14段、こっちは7段。この部分が7段、この部分は後ろと同じように編んでいきます。最後は細編み1段、最初も細編み1段で、最後も細編み1段。これで同じように編んでいくと、こちら側が出来上がります。次はこちら側はこの真ん中からスタートします。編み始めるのはここに当たる部分、ここからスタートしていきます。この部分はこの長さ
前身頃の深くなった襟ぐりのこの裾まで、これと同じ長さで中央から編んでいきます。この前身頃の中央の鎖について、この部分はこっちで見るとこの部分、この鎖の数について、私は鎖50目50目で編んで、ここで5個少なくしました。なのでここは50から5個引いて45、鎖45でスタートします。鎖を編んで、今までと同じように細編み1段、その後に中長編み、中長編みは7段、さっきと同じです。こっちも7段で、7段編んだら長くします。1、2、3、4、5、6、7、ここから長くします。鎖を5個、1、2、3、4、5、これで1、2、3、4、5、少し大きな鎖一つで、これを裏返して中長編みを編んでいきます。針から1、2、これで中長編み1つ、次もこれが最後の鎖。これで中長編みが1、2、3、4、5、5個増えました。で、続けて編んでいきます。ここに糸端がないので、2本の糸の下、このまま端まで編んでいきます。端まで編んだらまた鎖一つで、こちら側から編んでいきます。これを繰り返して、この部分を12段12段編んで細編み1段、これで出来上がりです。前身頃が出来上がりました。最後は細編み1段、次は肩を縫い合わせます。表と裏を確認します。この鎖のような筋があるのが表、こっちが表、こっちは裏、こっちも表で、こっちは裏。肩を縫うときには内側を表にします。なのでこんな感じで、角から糸が出ていたらこれを使って縫っていきます。あればクリップなどでずれないように簡単に固定します。奥から糸が出ています。手前に戻って
この細編みの2本の上の下、ここに針を入れて、向こうは糸が出ているところ、もう一度で、次はこの細編みと中長編みの間ぐらい、でこれでつながりました。でこれから中長編み、この中長編みに2回ぐらい、ここにも2回、ここも2回、簡単に縫い合わせていきます。これで次の端まで縫っていきます。端まで縫ってきました。ここが一番端、向こうはここで、同じところに2回でしっかりとさせます。ここに糸端があるので、これと結んでおくと便利です。あとはこれがほどけないようにと隠して終わりです。反対側も同じように肩を縫い合わせます。袖の作り方の説明をします。これはまだ途中なんですが、こんな感じで今までと同じように編んでいきます。この部分は今までと同じ。こっちで見るとこの部分が中長編み、袖は端だけ細編み、こっちが袖口、手が出る方、ここだけ細編みになっています。そうするとこの部分がふっくらとします。なのでこの部分だけ細編みをしていきます。編み方は同じです。ちょっと最初のスタートするところとこの細編みの部分、ここが違うので一緒に編んでいきます。それと今までと同じようにこの部分から鎖を編んでスタートします。この鎖の数について、この長さは私は48センチ、この袖の長さは、これはさっき縫い合わせた肩の部分、ここに当ててみて、で肩にかけてみて、好みの長さにします。これはこの部分の長さや、あとご自身の肩幅によってだいぶ変わってくるので、実際に肩に当ててみる方がいいかと思います。こんな感じになります。で、肩に当ててみて、私はだいたい48センチにします。鎖の数は46で、これは鎖46で作っています。
で少し太い針、必要な数だけ鎖を編んでいきます。1、2、3、4、必要な長さになるまで鎖を編んできました。私はここでは小さく作っていきます。まず針を戻して、1段目は細編みと中長編み。細編みは私は4つ、長さはだいたい 3.5 センチ。まず細編みをするので鎖1つ、1つ戻って2つ目に細編み、裏返して、この糸が盛り上がっているところ、1、1、2、細編み、次もこれで細編み4つ。次は中長編みで、これは細編みの最後。次から中長編みを編んでいきます。後で分かりやすいようにマーカーをつけておきます。慣れたらつけなくても大丈夫です。中長編み、端まできました。次も中長編みをします。裏返して鎖の根元に中長編み。ここでは糸端があるので、この向こう側1本、これで中長編み。次も同じ。マーカーの手前まで来ました。マーカーのところは細編み。細編みも向こう側1本。次も端の細編みは2本の糸の下。これが2段目。次は3段目。鎖1つで、この細編みは1本。細編みは全部1本で編んでいきます。これで4つ。でまた中長編み。ここには糸端がないので2本の糸の下。中長編みでこれが端の中長編み。端の中長編みは2本の糸の下。端は2本の糸の下。これを繰り返していきます。ここは中長編み、細編み。裏返して糸端があるので1本。で、ここまで来たら細編み。端は2本の糸の下。これを繰り返していきます。
でこの何行編んでも大丈夫なんですが、このトータルは偶数段にします。この幅は偶数段。これで袖を2枚用意します。袖を26段編んできました。長さは38センチ。私はこれぐらいの幅にしました。こんな感じになります。次は袖を縫い付けます。次は袖を縫い付けていきます。ここは肩の縫い合わせたところ、こっちは襟ぐり。この肩の縫い合わせたライン、ここを袖の真ん中に合わせて、でクリップかマーカーをつけて仮に固定します。でここから同じ長さだけで、ここでこの細編みの数を数えて、で端にマーカー、同じ距離だけ離して、でこちら側にもクリップで縫いやすいように、でこちら側から縫っていきます。新しい糸を持ってきて、後で糸始末が楽なように最初に針を入れて、結んでおきます。でもう一回ぐらいこっちの同じ数の細編みでしっかりとでここから大体でこれで端まで縫い合わせていきます。端まで来ました。端はこことここで同じところに2回で、ここに糸端があるので結んでおきます。あとはこの糸端を隠します。反対側も同じように縫い付けます。次は脇を縫っていきます。次は袖と脇を縫っていきます。まず袖の方から。今裏が上になっています。こっちは表。裏を上にして、こことここの細編みを合わせます。今手前から糸が出ています。こことここをつなぎます。で、今回針を入れる方法は
こっちとこの鎖のように見えるところ、これで合わせていきます。こっちはここ、こっちはここで縫い合わせて、一つ一つ縫い合わせていきます。でまずここから糸が出ていて、このまま2本の糸の下、端だけ2本の糸の下で同じところに2回ここからこの細編みの内側の糸、細くなっていて見えにくいんですが、次はこっち、次は端から1、2、2つ目の細編み、こっちもこのまま合わせていきます。ここから中長編みになるんですが、同じように縫い合わせていきます。でこんな感じになります。これで脇の下のところぐらいまで、このまま縫っていくよりも、今度はこっちからこの糸を使って同じように縫っていく方がやりやすいと思います。途中で糸が足りなくなったら糸を出して縫っていきます。同じように反対側も縫っていきます。全部を縫い合わせてカーディガンの形になりました。最後に縁を編んでいきます。今こんな形になっています。スタートするのはこの脇、ここぐらいから始めていきます。こう編んでいきます。でまず大体のボタンをつける位置にマーカーをつけます。こっちにボタンをつけて、こっちにボタンホールを作ります。とても簡単なボタンホールの作り方です。置いてみて数とか間隔を決めます。私はこんな感じで2個つけていこうかと思っています。この間隔はだいたい7センチぐらいで、これぐらいの幅、端から1センチか2センチぐらい離して作っていきます。で大体の位置にマーカーをつけます。私はこの細編み、端から2つ目、次はここから1、2、3、4、5、だいたいこの位置に作ろうかと思っています。仮にマーカーをつけました。で3個でも4個でも5個でも大丈夫です。新しい糸を持ってきます。ここが縫い合わせたところ、ここぐらいから始めていきます。でこの中長編み、この中長編み1つに細編み1つ、でこの鎖のように見えるところ、ここにも1つ、1つ1つ1つで、また1つ1つ1つ、これぐらいの間隔で細編みをしていきます。なるべく目立たないように細編みをしていきます。でここから鎖1つ、根元に細編み、これが1つ目。次はこの鎖のように見えるところ、ここに1つ、次はここ、
中長編み1つに1つで、上が2本ぐらいがいいと思います。次はここ、次はここ、こんな感じで、あまりきつくならないように編んでいきます。このまま次の角まで編んでいきます。端まで来ました。角には細編みがあります。この細編みに細編み3つ。まず1つ目、次は2つ目。この糸端は編みくるんでも大丈夫です。次は3つ目。これで角ができました。で、次から細編みをしていきます。で、1つに1つ。このまま編んでいきます。で、ボタンホールを作るところの手前まで、ここまでボタンホールを作りたい位置まで編んできました。私はこんな感じにします。これはお好みで3つにしても5つにしても大丈夫です。お好みの位置にします。で、ボタンの大きさに合わせて細編み2つ飛ばします。ここを飛ばして、こっちは普通の細編み、ここをスキップで細編みと編んでいきます。これはボタンの大きさに揃えます。で、ここは普通の細編みで少しきつくします。ここをスキップ、ここの数に合わせて鎖2つ、ここも少しきつくします。で、このマーカーのところ、ここに普通の細編みで、こんな感じのボタンホールになります。で、ボタンが通るか確認します。で、こんな感じで、一応端からこのボタンホールの端まで、ここまで8センチ、これで大丈夫だったらまた普通の細編みで、次またここをスキップします。普通の細編み、鎖2つ、1、2、3、で、ここが最後の細編み。ここも一応測ると 1.5 ぐらい、こんな感じになりました。で、ここは角になります。角はこの細編みに細編み3つ。まず1つ目、同じところに2つ目、3つ目、これで角ができました。で、次からさっきと同じ中長編み1つに細編み1つで、ここに1つで1つ1つ同じように編んでいきます。ここまで編んでいきます。襟ぐりの角まで来ました。ここが角になっています。この前後、こことここに
針を入れて糸を出して2つを1つにします。でカーブを作ります。でこの角のここで糸を出して、次はここ、これを一度に引き抜いてカーブができました。次からは一つに一つずつで、この部分はここよりも少し広がっているので、少しきつめに細編みをしていきます。このままで、またここは角になっています。この角の前後、また糸を出して、次はここ、一度に引き抜いてカーブができました。でここからはさっきと同じこの中長編み一つ一つと編んで、次のここまで、ここでもまたここから糸を出して、ここから糸を出して2つを1つにしてカーブを作ります。で細編みをして前の角、ここはこことここで2つを1つにします。こことここで、ここではまた角の細編みに細編み3つで、端までここが裾、最後の細編みに細編み3つで角にします。で裾をずっと編んでいって、スタートしたところまで編んでいきます。一周編んできました。ここが最初の細編み、最初の細編みに引き抜いて、もう一周細編みをしていきます。鎖一つ、根元に細編み、次もで、このまま次の角のところまで、ここまで編んでいきます。裾の端まで来ました。これが角になっています。この角には細編み3つ、3つのうちの真ん中に3つ、まずここは普通の細編み、真ん中には3つ、1、2、3、これで1つに3つ、ここからは1つに1つずつ普通の細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、この手前まで編んでいきます。ボタンホールの手前まで来ました。この細編みの上に細編みをします。この鎖の手前、次は鎖、この鎖2つに細編み2つ、1、2、これがボタンホールになります。次からまた1つずつ、この細編みに細編み、また細編み2つ、こ
次は角。ここに細編み3つ。真ん中に細編み3つ。まずここは普通の細編み。真ん中には3つ。1、2、3。これで角ができました。さっきと同じです。で、ここからは全部一つに一つずつ。この角のところも全部一つに一つずつ。で、ぐるっと編んでいきます。ここも一つずつ。こっちも一つずつ。で、この角も3つのうちの真ん中に3つ。で、まっすぐ編んでいって、ここも真ん中に3つ。で、裾を編んで、スタートしたところまで戻ってきます。2周目の終わりまで来ました。これが最後の細編み。ここは最初の細編み。最後の細編みから糸を抜きます。少し長めに残して、最後の細編みから糸を抜きます。この糸端を使って糸始末をします。で、最初の細編み。この細編みの手前から向こう2本の糸の下で、これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を入れます。で、裏に出してこれを整えます。あとはほどけないように裏で隠します。で、他にも糸端があったらそれを隠します。で、あとはボタンをつけて出来上がりです。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。袖はこんな感じで少し狭くしています。とても可愛い形になっています。前開きでボタンをつけました。私は上に2つつけたんですが、もっと下までつけても大丈夫です。お好みのデザインにしてください。とても着心地がよく出来上がっています。この模様もとても可愛くなりました。で、サイズを測りました。上から下まで53、横幅54、袖は46センチ。この絞った部分は9センチの 4.5 で、この部分は30センチ、襟ぐりは60センチ。ここからここまで使った糸の重さは 430g。 こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。